3、自然法と自然権。中世は教会の教えが全てで、キリスト教以外の考え方は禁止でした。しかし、ルネサンスを経て、人々が自分の頭で考えるようになったのです。その中から自然法が取り上げられました。自然法とは、人間が生まれながらにして持っているルールのことを言います。例えば、突然変なことを聞きますが、皆さんの中で死にたい人っていますか？いるわけないですよね。普通の人でしたら誰も死にたいなんて考えません。特別変な状況にでもない限り、誰だって生きたい。生きて幸せになりたい。これが普通の人の考える当たり前のことです。ただ、自分がたった一人でしたら、生きるも死ぬも自分のことですので、自分が考えることです。けど、二人以上になったらどうでしょうか？自分は死にたくないけど、相手はどう思っているのか。相手ももちろん死にたいなんて考えていないし、お互い生きたい、生きて幸せになりたいと考える。それが普通の人間です。自分は死にたくない。相手も死にたくない。見方を変えれば、自分は殺されたくない。もちろん、相手も殺されたくない。そこで、お互い相手を殺してはいけないというルールが自然に生まれてくるのです。また、それだけではありません。自分は大切なものを盗まれたくないと考えている。当然、相手も同じく大切なものを盗まれたくないと考えている。すると、これまた、人のものを盗んではいけないというルールが自然に生まれてくる。これが自然法です。要は、人間が二人以上になったとき、また大勢になったとき、その人たち共同体の中で自然に生まれるルール。具体的には、今の人を殺してはいけないとか、人のものを盗んではいけない。また、人の自由を奪うなとかいうルール。言い換えれば、法律とか以前に守らなければならない社会常識というか、人類の普遍的ルール。これが自然法なのです。ですので、この自然法はどんな時代でも、どこの国でも、どの民族でも、人類ならばあらゆる人間に共通する普遍的なルールです。その普遍的なルールを守るために、人々は罰則を考え、罰則を与えるルールを作りました。それが法律なんです。要は、法律というのは、自然法を守るために文章化されたルール。他の言い方をすると、実定法というものなのです。人のものを盗んで逮捕されない国はありません。アジアだろうが、アフリカだろうが、ヨーロッパだろうが、アメリカだろうが、さらにはオセアニアだろうが、あらゆる世界で人のものを盗めば罰せられます。けど、その罰則は時代によって、また国によって法律が違えば変わります。ある国では物を盗めば罰金を取られたり、ある国では刑務所に入れられたり、またある国では盗んだ手が悪いということで手首から先を切ってしまったり、それぞれの国には、それぞれの国ごとに自然法を守るための法律が存在するのです。では、法律になる以前の自然法かどうかはどうやって判断すればいいんでしょうか？よくこれは日本人受験生から自然法と呼ばれるルールは人によって違うのではないかなんて質問されます。そのルールが自然法かどうか判断するには、正しい理性の命令に従っているかどうかで判断される。これは近代自然法の父と呼ばれる、こちら、グロチウスの言葉でした。そして、この自然法を守ることが基本となった社会では、必然的に一つの根本的な権利が生まれます。その権利のことを自然権と言います。自然法で認められた人間が生まれながらにして持つ当然の権利、これを自然権というのです。
この自然法と自然権によって様々な国家の正当性が考えられるようになりました。まず、自然法しかない社会、これを考えてみましょう。この状態のことを自然状態と呼びます。これは政治体を構成する以前の人間たちがどういう状態にあるのかを仮想的に表現した状態です。まあ、ヨーロッパだけでなく中国でも老子の無為自然なんて考えがありました。この自然状態では自然権が不安定です。というのも、やはり人間である以上、中には悪い人もいて、人のものを盗んだり、命を奪ったりするからです。そこで強い強制力が求められます。その強い強制力でまとめられたのが国家です。近世は絶対主義の国家です。王様、君主のことですが、王様は人民を支配します。絶対主義の時代、この国家の正当性は、王様の権力は神様が与えたと考える王権真珠説でした。これによって強制力を発揮する、これを絶対王政と日本語では呼んでいます。ところが、絶対王政では不十分な自然権があり、自然権を十分に守れるようにするにはどうしたらよいかとヨーロッパの人々は考えました。そこで考えられたのが、人民は王様や権力者に自然権を渡す代わりに、王様は人民を守る。つまり、約束、契約によって国家が形成されているという考え方です。この考え方を日本語では社会契約説と呼んでいます。5、社会契約説。では、この社会契約説についてお話ししていきたいと思います。まずはこの社会契約説を唱えた代表的な3人の人物。こちらですね。この3人の人物の社会契約説をお話しします。こちら、この3人。ホッブス、ロック、ルソー。皆さん母国で学習している留学生もいると思いますので、くどいようですが、日本語の勉強だと思ってください。ね、何簡単なこと言ってんだとか言わないでですね。日本語です。ねえ。はい。ではまず最初にこのホッブスさん、ホッブスの社会契約について見ていきます。はい。ホッブス。彼の代表的な著書。書いた本ですね。書いた本は、リバイアサンです。日本のファンタジー系のゲームに時々出てくる仮想上の怪物の名前ですが、権力はこの怪物に例えられるほど、恐ろしかったりすごかったりするんだっていうことらしいんですが、このリバイアサンで次のように唱えています。自然状態は自由で平等だ。ところが、人間には欲望というものがあって、放っておくと、その欲望で人間たちは奪い合いを始める。物を奪うだけでなく、命まで奪う。これが人間の本性だ。なんて、ホップスさんは唱えて、これを万人の万人に対する闘争と呼びました。で、これ、日本語ではこういうふうに訳すんですね。ホップスさんは、人間の本質は悪だという性悪説の考え方だったようです。そして、その争いを抑えるためには、強力な指導者が必要である。と、ホッブスさんは説きました。ここら辺日本人受験生たちには、普段の学校生活を例に出したりするんですね。例えば自習時間とかですね、先生がいない時にクラスが大騒ぎして、遊んでいるような、もうとんでもない状態に、そこに優しい先生が来て注意しても、みんな学生たちは言うこと聞かずに、騒ぎ続けたりするんですね。中には学級崩壊なんて社会問題が起きてるくらいですが、けど、そこに超怖い先生が来たら、どうでしょうか。途端に静かになって、みんな真面目になるんですね。そんな話をして、それと同じだよなんて、日本の受験生には説明するんですが、要は、人民っていうのは放っておくととんでもないことを始めるから、その人民を導く指導者は超強くならなければならない。それと同じだという意味です。
騒ぎまくって、もう無秩序な、乱れてるところに超怖い人が来て、うわーって言うと、みんながシーンと静かになる。そんな感じで強い指導者が必要なんだよ。こんな風にホップスさんは言ったんですね。で、絶対王政では、その王様が強ければ強いほど、怖ければ怖いほど国を治められるんですが、ホップスはそれを神様から与えられた権力ではないと考えたんですね。人民は自然権を王様に全面譲渡、完全に渡して、その見返りとして王様は強力な力で人民の命を守る。そういう約束、契約で国家が存在する。これがホップスの社会契約説です。人民は自分の自然権を全面的に王様にあげるから、その代わりに王様は悪い人間を取り締まり、犯罪から人民を守ったり、他国の侵略から人々の命を守ったりすることに全力を尽くさなければならない。そういう考え方なんですね。そうなると、ホップスの社会契約では、命を守る絶対的な強い権力が必要で、また人民は自然権を全面譲渡することで、人民の側から王様、つまり主権者を変えることができないということになり、結果的にホップスの社会契約では、絶対王政を容認することになるのです。いかがでしょうか。これがホップスの社会契約です。はい。次はロックです。ロックの代表的な著書は統治理論です。が、ここでまず注意してほしいのは、この本の名前ですね。実は様々な日本語の訳し方があって、統治論二編と訳されたり、市民政府理論とか市民政府論など、違う名前で訳されていて、様々な呼び名があります。けど、どれも同じ本だと思ってください。このロックが唱える社会契約説。まず、ロックの自然状態は、自由で平等な状態ですが、不安定な状況だと考えました。それは、先ほども言った通り、やはり人間である以上、いい人も悪い人もいる。だから、より確実に自然権が守られる必要がある。と、ロックは説きました。けど、王様に守ってもらおうと思っても、王様なんて会ったことも話したこともない。下手すれば、名前さえも知らない赤の他人です。そんな他人任せでは自然権を守ることはできない。だから、自分たちで信用ができる人を選んで、自分たちが選んだ人たちが集まって政治をする。この集まりを日本語では議会と呼びます。その議会に国民は自分たちの自然権を信託、信じて託すという意味ですが、信託して自分たちの代わりに政治をやってもらう。その代わりに議会は自分たちを選んだ国民の生命や財産を守る。これがロックの考えた社会契約です。自分たちの代わりに選んだ代表が政治を行う。これを日本語では間接民主制と言います。ところが、王様は他人で信用できないと言いましたが、議会だって信用できるとは限りません。中には期待外れで能力がない人が選ばれたり、平気で裏切る人が選ばれたりするかもしれません。って日本の政治家にもたくさんいるようですがね。そんな場合のこともロックは考えました。もし信じて託した議会が裏切ったら、抵抗権、また革命権を行使してもいいというのです。相手が裏切ったり、それ以前にどうしようもない政治家だったりしたら、クビにしてもいいんだ。クビ以前に反抗してもいいんだという考え方です。これがロックさんの社会契約説です。どうでしょうか。特にこの抵抗権がロックの社会契約説の特徴だ。こんな風に覚えておいてください。はい。そして最後はルソーです。ルソーの有名な著書は社会契約論です。
他にいろいろあるんですが、ここではこちらの名前を挙げておきます。ぜひ母語でも確認して覚えておくようにしてください。はい。ルソーが考えた自然状態。このルソーの自然状態では、自由で平等、そしてお互いの友愛の精神が満ちている。ところが、私有財産によって不自由不平等になってしまったというものです。それで、不自由で不平等になったから自然状態に戻ろうと訴えました。そこで、こんな考え方を示したんですね。世の中の人々には様々な特殊意志がある。例えば、農家の人には農家の人の、漁師には漁師の、会社員には会社員の、医者には医者の、飲食店には飲食店の、それぞれ自分たちの利己的利益を求める意志がある。それを特殊意志と呼びました。そして、その特殊意志の総和のことを全体意志と呼び、この状態では自由と平等を回復できないと考えたんです。そこで政府は私有財産のことを考えるより公共の利益、共通の利益を目指そう。そして完全な自由と平等を得るために全人民の意思、全人民が参加する政治を行おうと考えました。全人民が参加することを直接民主制と日本語では呼んでいます。そして一般意思に基づく共同体で自由と平等の回復を目指す。全人民が一つとなって政府を一般意思に従わせる。こういう人民主権、国民主権を唱えました。一般意思とはルソーが作った言葉で、一般的、普遍的対象に関わるもの、そして共通の利益を求める意思、理想的な意思のことを示しています。これがルソーの考える社会契約説です。いかがでしょうか？とこんな風に社会契約説についてお話ししてきました。ちょっと日本語が難しかったかもしれませんが、よろしければ何度も言うようですけど字幕を活用して意味を確認しながら見ていっていただけたらと思います。で、この社会契約説がこの後の話につながるんですが、ここで一回ですね、ちょっとこの社会契約説まとめてみたいと思います。はい。こちらですね。この3人の社会契約説についてまとめます。よろしければ字幕をオンにしてですね、それぞれの単語の意味を確認していただけたらと思います。はい。まずは、ホープスの社会契約説です。はい。まずホップスが言う自然状態は、闘争状態でした。ねえ。さっきの欲望でめちゃくちゃなるってやつですね。で、また、守られるべき自然権は、命、生命でした。はい。社会契約説は、自然権の全面譲渡。で、主権は国家主権。で、政治体制は、絶対要請を容認。これが、ホップスの社会契約説です。はい。続いて、ロックの社会契約説。まず、自然状態は、自由と平等。で、守られるべき自然権は、命、生命、自由、財産。で、社会契約は、信託。で、主権は、国民主権。で、政治の体制は、間接民主制。以上がロックの社会契約説のポイントでした。で、次が、ルソーですね。ルソーの自然状態は、自由、平等、友愛。で、守られるべき自然権は、命、自由、平等。で、社会契約は、共同体への譲渡。で、主権は、人民主権。また、国民主権とも訳すんですが、人民主権。で、政治体制は、直接民主制。以上が、ルソーの社会契約説のポイントでした。いかがでしょうか？何度も言いますが、翻訳は AI による翻訳ですので、おかしいと感じたら必ず確認するようにしてください。
ということで、今回は近世までの国家間の編成についてお話ししてきました。古代に生まれたキリスト教が中世ではヨーロッパ世界の全てになり、キリスト教の考え以外禁止され、教会の教えが全てでした。ところが近世になると、自然法と自然権による国家の正当性が考えられ、死にたくないという自然権、つまり生きる権利、盗まれたくない、つまり盗まれない権利、自由を奪われたくない、つまり自由である権利、などなど、こういった権利が求められるようになりました。で、もう今の話でなんとなくお気づきだと思いますが、これら自然権の一部が実は人権なんですね。そこで次回は近代、この人権思想を中心にいよいよ民主主義の成立へのお話をしたいと思います。それではまたお会いしましょう。グッドラック。